おはようございます。今日もね、ちょっと街中プラプラしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。その前に、ちょっと洗濯物がね、溜まっちゃったんでね、これ出しに行きたいと思います。はい、じゃあ、ここランドリー屋です。ちょっと聞いてみます。はい、それじゃあね、今洗濯物の方を預けました。日本円でね、だいたい200円ぐらいかな。だいぶ安いですね。これはありがたい。で、また夕方になったら取りに行きます。ベトナムの街中にはね、たくさんランドリーショップがあってね、外国人にはね、本当に助かりますね。今回からバス移動をね、していきたいと思います。で、今回ベトナムのバスなんですけど、初めて乗ってね、驚いたのは金額がね、マジで安い。1回30円、高くても70円ぐらいですね。Next one, please. Next one. Thank you.今回なんですけども、初めに日本発祥で世界一の売上枚数を誇る某有名カードゲームの専門店がここホーチミンにもねあるみたいなので行ってみたいと思います。はい、それではね今バスの方降りました。でこれからですね遊戯王カフェという場所に行きたいと思います。で僕がね小学校の時とかねすごくこう遊戯王カード流行ってて、で今もねやっぱり大人になってもねかっこいいなと思うカードたくさんいっぱいあるんですけども、それを扱ってる専門のねカフェショップがあるみたいなんで、ちょっとそこにね足を運んでね日本の文化がねどう浸透してるのかをねちょっと確かめていきたいと思います。では行ってきます。入り口がね結構トリッキーでね分からなくて、近くのお店に入って場所を聞きます。Hello. Sorry. Could you tell me about how to get there? Sorry, just a moment. Sorry. I'd like to go there. Airplane? Yeah. Where? 11 floor. Oh, 11th floor. Okay. Thank you so much. Thank you. エレベーターのとこにエレベーターボーイさんっていうんですかね、なんか人がいてね、めちゃくちゃ丁寧にね案内してくれました。逆にちょっと高級感が出過ぎちゃってちょっと心配になりましたね。ここカフェだよねみたいな。なんか思った以上に高級感ありすぎちゃってちょっと引いてますね。大丈夫かななんかこんなみたいな感じ。エレベーターを降りて手前側にあるのがカフェです。で奥がですね遊戯王カードショップになってますね。で一応カフェと併設してあるので、遊戯王カードを楽しみプレイしながら、コーヒーも飲めるような感じでした。で高級感が半端ないんでね結構びっくりしちゃってますね。日本のカードショップを想像してたので全然違いました。はい、今ね遊戯王カフェにいます。ちょっと今ね店員さんと少し話して、中動画撮っても大丈夫だよっていう風に言ってくれたんで、今ちょっと動画を撮ってます。でいろんなね昔のカードやらなんか新しいカードやらいっぱいあってねすごい楽しいなと思います。いやすげえ。ちょっとね日本よりかは割と感はありますけどね。日本のねものが来たり多分アジア版だと思うんですけどね売ってたりしてますね。いや素晴らしい。いやもういいね。なんかジャパンカルチャーが。はい、今ね日本語のねカードをたくさん見せてもらってます。すごいな。なんか日本の文化のものがこう海外にあってねなかなかまじまじと見る機会がないのですごく楽しいなと思いますね。はい、今ね僕が入ってるところなんですけども、多分ビップルームですね。カードショップにビップルームがあるなんてちょっと面白いですよね。なんか特別になんか日本から来たよって言ったら中見せてあげるよみたいな感じで今中入れてもらってます。すげえ超大興奮。こうやってねカードゲームを楽しんで遊戯王カードだけじゃなくてねガンプラとかねフィギュアもねたくさんあったんで、すごく面白かったですね。で日本人はだいたい1週間にね1人2人ぐらいしか来ないらしいですね。でかなり穴場だと思いますね。遊戯王ファン必ずここにはね来た方がいいと思います。はい、それではね今ちょっと遊戯王カフェの方に行ってきました。いやなんか日本のカルチャーがねこうやってちょっと離れた国ベトナムでもねなんか浸透してて、みんなすげえカードゲームに熱中してるような感じでねめちゃくちゃ楽しかったですね。子供いなかったですね。ほとんど大人でしたけどもね、みんななんかデュエリストみたいななんか懐かしい気分を味わいましたね。いやよかったです。
はい、それじゃあね、これからね、ちょっとね、カトリック教会の方ですね、ちょっと見ていきたいと思います。ベトナムでは仏教徒が大半を占めるそうなんですけど、カトリックは2番目に信仰している方が多いそうです。200以上のローカルの教会がホーチミンにあるんだとか。僕が今回訪れたのはこの緑が特徴のバチョン教会。この教会は市内中心部からタクシーで約25分の場所にあります。ちょっと遠いね。ホーチミンにはピンク、黄色、青、そしてこの緑色4色の教会が有名スポットになっています。ここホーチミンの人口は約900万人で、そのうち 9% の80万人の方がカトリックを信仰していて、熱心に信仰されている方が多いようです。なかなか日本に住んでると宗教に触れる機会もぶっちゃけ少ないですし、教会に行くにもこんな感じでフランクに見学もしづらいのが現状かと思うんですね。でも海外ではね、こんな感じでオープンなので、訪れるだけでもいい経験になる気がします。はい、じゃあね、今ちょっとカトリック教会の方ね、行ってみました。初めてね、僕ちょっとああいうチャーチル的なとこ行ったんでね、なんかすごくこう興味深かったですね。ステンドグラス初めて見ましたし、なんか中の様子とかもね、すごい独特の雰囲気があって、いやー、なんか不思議な感じでしたね。僕別に宗教とかね、特に加入とかそういうのはないんですけども、やっぱりカトリック、プロテスタントはあったりとか、ユダヤ、ヒンドゥー、いろいろとありますよね。やっぱりこう理解を深めるってことってね、すごく重要なんじゃないかと思います。ではね、次の場所に移動をします。でその移動道中にね、駄菓子屋っぽいの見つけたんですけど、日本のキャラクターがちらほらいてね、面白いですよね。でこういうね、あえてローカルな道に撮るとね、いろんな発見があって面白いです。はい、バス停到着です。これからね、ちょっと有名なね、郵便局に行きたいと思います。Wait a minute. Yeah, over here. Yeah. Next one. Yeah. Thank you. ここは郵便局の隣にあるサイゴン大教会というスポット。まさかの修復工事中でした。工事前はこんな感じ。2020年にはね、終わる予定だったらしいんですけど、まだ工事してました。はい、じゃあね、郵便局到着しました。めっちゃ綺麗。いいね。もともとなんかね、フランスのね、統治下にあった時に作ったものらしいのでね、フランステイストですね。中はアーチ状になっていて、かなりね、細部まで作り込まれたような印象ですね。で、土日はね、めちゃくちゃ混むみたいなんで、平日行くのがね、おすすめですね。中にあるお土産コーナーにはこんな感じの民芸品が並んだりしてます。可愛いですよね。ベトナムの方は手先が器用な方が多いので、こういう工作物も得意らしいです。このポストカードね、かなりお土産で人気があるみたいです。郵便局中央にはベトナムの建国の父ホーチミンさんの肖像画が飾ってあります。次回以降で少しベトナムの歴史にもね、触れてみたいなと思ってます。ではね、次行きましょう。次はね、ブックストリートに来ました。郵便局から歩いて数分のところにあります。で、ここ2016年にできたばっかりの通りなので、めちゃめちゃ綺麗ですね。しかも面白いのが Google のレビューがさっきの郵便局はだいたい3000ぐらいなんですけども、ここブックストリートはまさかの6000超え。めちゃくちゃ人気ですね。で、ここ約 200m の通りに本屋さんが約20軒立ち並んでいて、本は基本ベトナム語、英語ですね。で、中にはフランス語の本もあるんだとか、お土産にはぴったりですね。通りの中にカフェもあって、本を読むのもよし、カフェでゆっくり過ごすのもよし、なんかゆっくり時間が流れてる、そんな感じでした。ここ来るだけでもね、十分観光したって感じになれますね。で、しかも中にはね、本の自販もあったりとかね、変わったものもあってすごく面白いです。はい、それではね、今郵便局と、あとその隣にあったね、ブックマーケットみたいなところちょっと行ってきました。で、これからね、なんか日本人通りというか、日本人街みたいなのがね、ホーチミンにあるところなんで、ちょっと歩いて見に行きたいと思います。早速我らが庶民の味方すき家を発見。ベトナムやタイ、インドネシア、中国、フィリピンなどにも進出しているみたいです。値段は牛丼1杯日本円で約250円。後日食べに行きます。はい、次はね、すき家なんですよ。牛角ありました。すげえな。こっちまで日本のお店いっぱいある。すげえ、ココイチがある。すき家、牛角、ココイチといろんなのあるね。タレントン通りは通称日本人街と呼ばれています。ホーチミンには約1200の日本食レストランがあるので、日本食ロスにはならなさそうですね。こういう絵かっこいいじゃん。いいね。
今ね日本人が歩いてるんですけども、いっぱいなんでしょう、海外にはさチャイニーズタウン的なものがいっぱいあるんですけど、初めてですね、なんかこんな日本人街みたいなのがちゃんとあるのって、なんかアジアンマーケットの枠の中の1コーナーに日本食品が置いてあったりとか日本製品が置いてあったりっていうのは僕結構見てたんですけど、今回なんかこんななんか通り全体的になんか日本和食のお店があったりとか日本語バンバン書いてあったりとかってすごいしてるんで、なんか感動しますね。初めてです。日本人街いいっすね、面白い。次はローカルレストランでご飯を食べてみたいと思います。ちょっとここ寄ってみます。Hello. Thank you. I'd like to eat this one. Ăn cái này hả? Yeah, yeah, yeah. Can I do? Đồ đầy đủ á. Rồi. Ăn à? Yeah. Thank you. Có một ít này. This one? Ở đây đây. This one? 80. 80. Yeah, yeah, yeah. Okay, this is flush, right? Yep. はい、ではね、初のローカルフード店に入っていました。なんかこれがね、机の上に並んでる香辛料ですね。これ多分塩かな。塩とスパイスと、これなんだろう。なんか、シークみたいな感じわかんない。あと醤油と、コーラですね。なんだろう。シークソーみたいなのが常に置いてありますね。今回注文したのはフーティームナムバンという南部の、人気の麺料理です。めちゃくちゃ言いづらいなこれ。具材はエビ、豚のもつ、うずらの卵、イカ、あと貝類ですね。味は塩ラーメンに辛みを効かせた感じであっさりテイストでした。あと付け合わせにお麩とあとキャベツともやしですね。めちゃめちゃうまい。マジでうまいっす。今回生野菜はちょっとお腹壊しそうな雰囲気があったんでやめました。残しちゃってごめんなさい。次回の一人旅、引き続きホーチミンの街を探検します。迷路のような市場に潜入、迷子になりそうだな。ベトナムの映画館を見学してしっかりお買い物もしました。ベトナムの歴史を少しだけご紹介。なぜこんなものが街の中にあるんだ。次回もお楽しみに。